サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回は多発性筋炎の治療を始めてから職場復帰するまでの道のりをお話ししました。今回はその続き、職場復帰後の治療についてです。私はステロイド 50mg から治療を始め、約8ヶ月かけて 3mg まで減らし職場復帰しました。筋肉の炎症の指標である CPK はまだ正常値ではありませんでしたが、高すぎる状態ではなく、少し基準値を超えている程度まで下がっていました。そのため、仕事をしながら治療を続けていく段階に入ることになりました。ここからは職場復帰後の様子をざっくり1ヶ月ごとに振り返っていきます。職場復帰1ヶ月目、8ヶ月ぶりの出社でした。病気が悪化しないかという不安もありましたが、それ以上にまた会社に戻れたという嬉しさの方が大きくて、ドキドキ半分、ウキウキ半分で会社に向かいました。療養中に5キロほど痩せていたので、痩せちゃったね、大丈夫？と心配してくれる人もいれば、復帰できてよかったねと声をかけてくれる人もいて、8ヶ月間ほとんど人と会っていなかった私は、久しぶりにたくさんの人と話せたことが本当に嬉しかったです。多分人と話すことに飢えてたんだと思います。リハビリを頑張ったおかげで、治療前は履けなくなっていたヒールもまた履けるようになりました。会社の階段もヒールで普通に上がれて、あ、ちゃんと回復してるな、そう実感できたのも嬉しかったです。しかも5キロ痩せたおかげで、1日ヒールを履いても足が痛くならなくなっていて、体が軽くなるとこんなに違うんだと地味に衝撃を受けました。自宅療養中は筋力低下の影響で主治医から車の運転は控えてくださいと言われていました。でも復帰する頃には日常生活を送る分には問題ないところまで筋力が回復し、運転の許可も出ました。車社会の地域に住んでいる私は以前通り車での通勤も再開できました。復帰から1週間ほどで外来日がありました。CPK は200台前半で復帰前とほぼ同じ。大きな悪化はなく、とりあえずほっとしました。このままステロイド 3mg で様子見。次の診察は1ヶ月後です。職場復帰2ヶ月目。仕事は事務職で、病気になっても業務自体は問題なく行えていました。ただ、フルタイム勤務に加えて必要な時は残業もあり、体力的には正直かなり疲れていました。当時は実家暮らしで、平日の家事はすべて母が担当してくれていました。そのおかげで、なんとか毎日出社できていました。帰宅したらご飯を食べて、お風呂に入って、気絶するように一瞬で寝落ち。そんな毎日でした。この月の血液検査では CPK が200台後半に上昇。ステロイドは 3mg から 5mg に増量となりました。主治医からは 5mg は一般的には副作用が気にならない量ですよとフォローされましたが、正直増量はショックでした。職場復帰3ヶ月目。今月こそ CPK 下がっててほしい。そう思っていたのですが、結果はさらに上がって300台。私が、ステロイドはこれ以上増やしたくないですと伝えると、先生は、じゃあ、免疫抑制剤を追加しましょう。と、以前、副作用が出たリューマトレックスですが、今回は 8mg ではなく 4mg で再チャレンジすることになりました。この頃から、このまま仕事を続けて大丈夫なのかなと真剣に考えるようになりました。ありがたいことに上司は多発性筋炎についての本まで読んでくれていて、復帰後も無理しないよう常に気遣ってくれていました。主治医からも重い荷物は持たないようにと言われていたので、そのことを職場にも伝え、重い書類整理などは免除してもらっていました。本当に理解のある職場だったと思います。それでもフルタイム勤務は体力的に厳しく、数値も悪化して、
そこで9時から16時の時短勤務に変更してもらいました。私が時短勤務になったことで仕事の量を調整してもらうこともありました。それでも嫌な言葉が耳に入ることは一度もなく、病気があっても働きたい私を自然に受け入れてくれる環境だったことに本当に感謝しかありません。職場復帰4ヶ月目。リューマトレックスを飲み始めてから咳、腹痛、頭痛が続き、体調は最悪でした。免疫抑制剤は効果が出るまで1ヶ月以上かかることも多く、副作用だけが出て血液検査の結果は改善せず、むしろ CPK は500台前半まで悪化していました。先生からは、やっぱりリューマトレックスは合わないかもね。と言われ、次はプログラフに変更することになりました。職場復帰5ヶ月目。診察の日。血液検査の結果を見た先生が少し間を置いてこう言いました。CPK はまた上がって500台後半ですね。さらに、ビリルビンも高いな。肝機能障害が出ています。これじゃあプログラフは中止ですね。花さんの禁忌薬リストに追加と。その瞬間、そういうことか、と心の中で思いました。だから毎日あんなに気持ち悪かったんだ。会社の食堂でほとんど食べられなかった日々のことがふっと頭に浮かびます。それでも周りの人が少しでも食べようとしてて偉いねと声をかけてくれていたことも一緒に思い出しました。他に使える免疫抑制剤だとアラバかネオーラルですね。ネオーラルは円形脱毛症にも使われることがある薬で、副作用でちょっと毛深くなることがあるかもしれませんが。毛深くなるのは困ります。じゃあアラバにする？それともステロイド増やす？アラバでお願いします。ということで、ステロイド 5mg はそのまま、新しくアラバが追加されることになりました。職場復帰6ヶ月目。アラバを飲み始めてから腹痛で夜中に目が覚める日が増えてきました。そのことを先生に伝えると、アラバもダメだったか。そこで私は多発性筋炎の方のブログで読んだガンマグロブリン点滴の話を切り出しました。多発性筋炎でガンマグロブリン点滴をしたら CPK が下がったというブログを読んだんですけど、私も受けることはできますか？受けられますよ。ただ効果がある人もいれば全く効果がない人もいます。あまり期待しすぎないでくださいね。はい、じゃあお願いします。アラバは腹痛がひどかったため中止になりました。次回ガンマグロブリン点滴を行うことになったため、新たな免疫抑制剤の追加はせず、ステロイドの増量もなく 5mg のままで様子を見ることになりました。この時点での血液検査では CPK は600台まで上がっていました。仕事中も二の腕がピクピクしてるなと感じるほど体感的にも悪化していました。それでも私は働き続けていました。仕事をしていると自分にもまだ役に立てることがある、そう思えたり、周りから元気をもらえたり、何より病気のことだけを考える毎日に戻りたくなかったんだと思います。仕事をしていると仕事の悩みができて、病気のことを考えない時間が増えていきました。病気になる前は仕事でイライラすることもあったのですが、今は病気以外のことで悩めている。そのこと自体が嬉しくて、周りから見たら少し変かもしれませんが、仕事で困難があってもなぜか微笑んでしまう自分がいました。10年経った今はさすがにこの感覚はほとんどありませんが、職場復帰後の半年でリューマトレックス、プログラフ、アラバと免疫抑制剤を試しましたが、効果が出る前に副作用で中止となり、CPK の数値は200台から600台まで悪化してしまいました。職場復帰したばかりの頃はヒールも履けていましたが、途中からヒールで階段を上がるのがなんとなく怖くなり、
安全のためにスニーカー生活に戻りました。時短勤務のデスクワークでしたが、多発性筋炎を治療しながら働くのはなかなか大変だなと感じた半年間でした。次回はガンマグロブリン点滴の治療についてお話しします。鼻の筋炎には効果があったのか。よかったらまた見に来てください。